今回は、パーフェクト呪文についてまとめてみました。前回のエターナル呪文がかなりの好評で、そのコメントでパーフェクト呪文のリクエストがあったため、今回動画を作ってみました。コメントありがとうございます。すでに引退された方も楽しめる動画だと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。パーフェクト呪文。まずは個別の解説の前に、パーフェクト呪文について解説していきます。パーフェクト呪文とは、2019年より登場したシリーズ呪文で、〇〇と〇〇と〇〇の決断という表記に、パーフェクトプラス文明の英単語を組み合わせた読みの名を持つ呪文の総称です。〇〇の部分は能力の性質を2文字で表していると考えられており、例えば水文明のパーフェクト呪文は、名前のルールからパーフェクトウォーター。能力はこんな感じで、ドローが知識、GR 召喚が時空、バウンスがルテン。決断は2回の選択を指しているものと考えられています。そしてレアリティは全てベリーレアかスーパーレアのどちらかを持っています。そしてパーフェクト呪文の特徴ですが、全て共通して3つの能力から2回選択して効果を使用します。そして全てのパーフェクト呪文に必ず、クリーチャーを踏み倒す効果が含まれていますね。あと非文明以外は唱えることに関して拡張する能力を持ちます。ざっくりこんな感じですが、これは後で解説していきますね。以上がパーフェクト呪文の概要となります。エターナル呪文と同様、このルールに当てはまらない呪文は、たとえパーフェクト〇〇という読み方であっても、パーフェクト呪文には含まれませんのでご注意ください。あとちなみに無色のパーフェクト呪文は存在していません。あらゆる特徴を持ち得る無色に限っては、出るにしても効果が全く予想できませんけどね。パーフェクトウォーター。4マナの水文明呪文。効果はこんな感じで、ワンドロー、GR 召喚、バウンスのうち2つを使用。もちろん重複も可能です。また、自分の墓地に呪文が4枚以上あればシールドトリガーを得ることができます。名前としては、パーフェクトと水の英単語であるウォーター。そして知識がドローでバウンスがルテン。GR 召喚が時空で決断が2回の選択を表していると考えられます。一見、これらと同等の効果を3コストで発揮できるカードが存在するため、単純なコスパの点から見ると一概に高いとは言えないものの、この呪文の進化はやはり柔軟性の高さにあります。盤面の状況に合わせて選べる9通りもの選択肢を、たった1枚のカードが備えているわけですね。条件付きとはいえシールドトリガーにもなるため、最大で相手クリーチャーに対バウンスできるのは、防御カードとしても非常に強力です。ちなみにバウンスを2回選択した場合は、1回ずつバウンスを処理していきます。また、同じクリーチャーを2回選ぶことも可能なんですね。あと他にある細かいルールを解説します。パーフェクト呪文すべてに共通する点ではありますが、効果の選択は2回決めてから能力の解決に入ります。なので1回目の能力を選んで解決してから、2回目の能力を選んで解決するということはできません。また、呪文能力は上から順に解決するのがルールのため、好きな順番では解決できないのも注意が必要です。このカードにおいては、相手のクリーチャーをバウンスしてから、GR 召喚をするという順番はできないということですね。これらのルール知らない人意外と多かったのではないでしょうか。そんなパーフェクトウォーターは環境において、カリアドネループやミッサイル、バーンメアジョーカーズなど、環境デッキのパーツとして活躍し、とある大型大会の決勝戦では、相手のワンショットキルをシールドトリガーを得たこのカードでひっくり返し逆転と、優勝の立役者ともなったカードですね。環境の中心で活躍し続けたカードでしたが、2020年12月の殿堂発表で、就職先のデッキが軒並み弱体化したことをきっかけに、このカードを見る機会も少なくなっていきました。ただ間違いなく DMP の記憶に残る呪文の一つでしたね。パーフェクトファイヤー、3マナの非文明呪文。効果はこんな感じで、手札から3マナ以下のクリーチャー踏み倒し、ジクリーチャーにスピードアタッカーを付与。そしてジクリーチャーの最初の攻撃終了時にアンタックする効果のうち2つを使用。唯一、唱えることに関して拡張効果はありませんが、もしアタックチャンスとかあったらぶっ壊れてました。名前としては、パーフェクトと火の英単語であるファイヤー。そして春戦が踏み倒し、シックがスピードアタッカー付与。衝撃が2回攻撃で決断が2回選択を表しているのでしょう。パーフェクト呪文唯一のベリーレアとなります。効果としては、やはり踏み倒し能力でしょう。3マナ以下であれば、文明、進化、非進化問わず、
どんなクリーチャーでも踏み倒すことができます。手札が許せば1枚で最大6コスト分踏み倒すことができますね。他2つの効果も実は優秀なのです。例えば踏み倒しとスピードアタッカー不要を選択した場合、ただコスト3以下のクリーチャーを踏み倒してスピードアタッカー化しているだけなので、踏み倒しメタに引っかかるリスクがある分、切りもみ山嵐に劣ってしまいますが、実際はそんな問題ではありません。パーフェクト呪文の強いところはその汎用性の高さ。状況に応じて効果を使い分けることができるため、要は踏み倒しメインで運用していき、場合によってスピードアタッカー付与や2回攻撃を付与させて押し切ることが可能。この選択肢の多さが非常に強力なのです。そんなパーフェクトファイアは登場から速攻デッキなどに使用されており、やはり3マナで3マナ以下を2体踏み倒せる能力はやっぱり強かった。特攻色が強い非文明に器用さを与えた圧倒的汎用性も評価が高く、現在でも使用される強力な1枚となります。パーフェクトネイチャー。5マナの自然文明呪文。効果はこんな感じで、デッキ上から1枚マナ加速、5マナ以下のクリーチャーをマナから踏み倒し、自クリーチャー1体のパワープラス3000とアンタップキラーを付与する効果。このうち2つを使用。また、このカードはマナから唱えることができます。名前としては、パーフェクトと自然の英単語であるネイチャー。生命がマナ加速、大地がマナから踏み倒し、ゴーハがアンタップキラー付与で、決断が2回の選択を表していると考えられています。ちなみにこのカードはパーフェクト呪文最強のカードで、おそらく歴代でも最強クラスの呪文と評されるほど、ぶっ壊れたカードとなります。理由としてはパーフェクト呪文ゆえの汎用性の高さに加え、マナから唱えられるマナからの踏み倒し呪文という点でした。マナから詠唱可能ということは、このカードを手札に抱えておく必要がないどころか、デッキに自然文明がこのカードだけでも、こいつ自身が自然マナを生み出して自身を詠唱することができてしまいます。そして5マナ以下で文明問わず進化も可能。5マナのカードが合計10マナ分の踏み倒しができてしまうアタオカ効果。例えばメルゲとドッカンデイヤーを同時に召喚すれば、お互いがお互いの能力に反応して疑似ループが始まり、相手が死にます。5スタートハイオリーダを出せば、これも同じくお互いが反応して疑似ループが始まり相手が死にます。つまりこの呪文を唱えたら相手が死んでしまうのです。こんなお手軽即死カードを許していいわけがありません。さらにもっと怖い話が、これはほんの一例です。2枚組み合わせたら強いコンボが始動する事象を、このカード1枚で簡単にできてしまうので、新規カードが出れば出るほど強化されていく1枚と言えます。もちろん環境においても様々なコンボが開発され、凶悪ループにも使用される始末。暴れに暴れまくったこのカードは、2020年12月に殿堂入り、まだ1枚使えることに驚きのカードと評されるほど、1枚でも強すぎるパーフェクトネイチャー。プレミアム殿堂入りに最も近いカードと言えるでしょう。パーフェクトライト、7マナの光文明呪文。効果はこんな感じで、デッキ上から1枚シールドか、光の飛信かブロッカーを手札から踏み倒し、相手のクリーチャー1体フリーズする効果。このうち2つを使用。また、シンパシークリーチャーで、自クリーチャー1体につき1マナ軽くなります。名前としては、パーフェクトと光の英単語であるライト。神立てがシールド追加で天文が踏み倒し、正義がフリーズで決断が2回の選択を表しているのでしょう。パーフェクト呪文最高のマナコスト。ヘブンズゲートに似た効果を発揮できますが、シンパシーで軽減できるため、場合によっては強いですが、シールドトリガーがないため、あちらより防御カードとしては少し心もとないかもしれません。フリーズやシールド追加も7マナで使うにはややパワー不足のため、やはりシンパシーありきでの運用が必要だと言えます。しかし残念ながらそのような運用で活躍することはなく、このカードはパーフェクト呪文最弱のレッテルを貼られることになりました。個人的にイラストは超かっこいいんですけどね。パーフェクトダークネス、5マナの闇文明呪文。効果はこんな感じで、相手自身が選ぶ班です。墓地から闇の4マナ以下のクリーチャーかオーラを蘇生。相手のクリーチャー1体をマイナス4000する効果。このうち2つを使用。また、このカードを墓地から詠唱することが可能ですね。名前としては、パーフェクトと闇の英単語であるダークネス。絶望が半です。反言が蘇生。滅殺がパワー低下で決断が2回の選択を指しているのでしょう。2つ目の蘇生は1マナ減って文明指定があるため、パーフェクトネイチャーには及ばないものの、オーラを出せる点が優秀ですね。さらに墓地からの詠唱可能ということは、
手札から唱えた後、また墓地から唱えることで詠唱できるということ。このリサイクルが強力でしたね。環境においては、すべての能力が腐りにくく、その汎用性の高さからあらゆるデッキに投入されてきました。踏み倒しをメタルカードにはパワー低下で除去。ハンデスも強力であり、なんといっても墓地蘇生、レッドダムドやキラスターなど、環境トップデッキの中核をなし、他にもあらゆるデッキに投入されてきたこのカードは、いつしか殿堂入り候補の一角と評されていました。しかし結果として現在殿堂入りとなることはありませんでした。2021年7月の殿堂発表で殿堂入りを免れた際は、このカードの価格が暴騰。一時は1枚3000円から4000円を超える価格が付けられました。恐ろしいですね。ちなみに4マナ以下蘇生なので、僕の大好きなデスフェニが蘇生できます。ロマン感じますよね。以上がパーフェクト呪文となります。いかがだったでしょうか？どれも非常に強力なシリーズであり、間違いなくジュエマシに名を刻んだシリーズとなります。そしてトラウマになっている人もいるのではないでしょうか？僕はパーフェクトネイチャーをもう見たくありません。皆さんはいかがでしょうか？コメントお待ちしております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。